私はあれが私たちを見てから去ったのだと思う。この言葉は SF 小説の一節ではありません。FBI の正式な面談記録に記載された原文です。今日はこの言葉の背後にある物語の全てを解き明かします。2026年5月、トランプ大統領の指示により、アメリカ政府が80年間保管してきた UFO 関連資料161件が初めて公開されました。その中の一つがこのスケッチです。これは FBI 研究所が正体不明の飛行物体を目撃した一人の証言だけをもとに描いた唯一の再現図です。10日間かけて制作され、完成後約2年間封印されていました。実はあの朝、目撃者は3人いました。しかしスケッチに反映されたのはそのうちの1人だけです。残りの2人の証言はこのスケッチには一切反映されていません。そして政府が公開したのは、名前も場所も日付も黒く塗りつぶされたたった7ページの紙です。目撃者が撮影した写真は1枚もなく、映像も録音もありません。私たちはこの黒塗りだらけの文章を一語一語解読し、3人の証言を照合して、あの朝の全貌を復元しました。名前は全て墨消しされているため、ここでは3人の証人を A さん、B さん、C さんと呼びます。これからお話しするのは、政府が黒塗りで隠し残したわずかな情報から再構成したあの朝の出来事です。2023年9月1日朝7時2分、アメリカのある軍事実験場、ライダー技術チームが3台の車に分乗し、制限区域での工学テストに向かいました。先頭は濃い色のフォード F150。運転していたのは A さんです。この基地に15年間勤務してきた女性のベテラン職員で、米軍のほぼ全ての航空機とドローンを見てきた人物です。この朝、A さん自身がこの空域を閉鎖していました。助手席には B さん、ドローン操縦士の請負業者です。2台目は黒い GMC-AT4。運転していたのは C さんです。助手席にもう1名の請負業者が乗っていました。最後尾は白いメルセデススプリンターのバンで、5人目のチームメンバーが1人で運転していました。7時15分から30分の間に車列はゲートに到着しました。A さんがリモコンでゲートを開けようとすると、ゲートが少し開いてまた閉じました。もう一度試しても同じ結果でした。3回連続で失敗し、4回目でようやく完全に開きました。FBI 面談記録の原文によれば、このゲートは以前一度も故障したことがなく、その後も問題は起きていません。あの朝だけです。先頭車両がゲート付近の小さな橋を渡った時、A さんは南西の空を見上げました。樹木の情報、約500から3000フィートの高さにあるはずのないものがありました。葉巻型の物体です。東端に極めて強い光があり、A さんは面談記録で太陽を直視するようだったと表現しています。光の周囲には鋼管のような構造がありました。物体の色はメタリックブロンズで、長さはブラックホークヘリコプター2から3機分、約40から60メートル。幅は約 1.5 機分、およそ8メートルです。ほぼ静止した状態で、非常にゆっくり東から西へ移動していました。完全に無音でした。A さんは車をじりじりと前に進めながら、5から10秒間見つめました。そして物体は瞬時に消えました。飛び去ったのではなく、徐々に小さくなったのでもありません。視界から瞬間的に消えたのです。空は快晴で、何の痕跡も残っていませんでした。では、すぐ隣に座っていた B さんは、同じ物体をどう見たか。B さんは、直線的な物体で、東側に極めて明るい白い光があったといいます。光が非常に明るく、その中に帯状の構造が見えたと特に述べています。フロントガラスの4分の3の高さにその物体があったといいます。しかし B さんが言う色は
メタリックグレーで A さんのブロンズとは異なります。推定サイズはブラックホーク1から2機分で A さんより一段階小さく、推定高度も約5000フィートと高めです。B さんも同様に確認しています。翼はなく排気もなく基地の飛行体ではないと。3人目の目撃者 C さんは2台目の GMCAT4 を運転していました。 C さんが見たのは地平線上の明るい光だけで、距離は10から20マイルと推定しました。 A さんが約1マイルと推定したのとは劇的に異なります。 C さんは助手席の D さんに光を指さしました。しかし D さんは背が高くシートを倒していて違う方向を見てしまいました。彼は結局何も見ていません。 C さんは後にこう推測しています。まっすぐ飛んできた流星だったのかもしれないと。 A さん、B さん、C さん、同じ朝3通の FBI 正式面談記録。ここでほとんどの UFO 動画がやらないことをやりましょう。慎重に比較します。一致する部分は明確です。3人全員がゲートの故障を確認しています。3人全員が観察時間を約5から10秒と述べています。3人全員が東から西への移動を報告しています。3人全員が物体の瞬間的な消失を証言しています。しかし矛盾もあります。 A さんはブロンズ色でブラックホーク2から3機分、 B さんはグレーで1から2機分。 A さんの推定高度は500から3000フィート、 B さんは5000フィート。時間の記憶すら食い違っています。 C さんは午前9時頃と述べていますが、 A さんと B さんは7時15分から30分です。これらの矛盾は何を意味するのか。もし3人が口裏を合わせていたなら証言は完全に一致するはずです。実際には革新的な観察は高度に一致し、感覚的な細部に合理的な差異があります。法廷ではこれを独立した裏付けと呼びます。完全に一致する目撃証言の方がむしろ疑わしいのです。 FBI は10月に3人全員の正式面談を行いました。 A さんの未対面で B さんと C さんは電話で行われました。構成スケッチは約7ヶ月後に FBI 研究所で完成しました。さて、この文書の中で最も印象的な部分についてお話しします。それは物体ではなく人間です。 A さんはこう言っています。もし自分一人だけが見ていたら報告しなかっただろうと。なぜなら同僚たちに嘲笑されたからです。15年間働いてきた専門家が自分が見たものを報告したことを公開しているのです。 B さんはどうだったか。目撃後2晩奇妙な夢を見て眠れなかったと言っています。その夜、嵐でホテルのテレビが消えた時、わざわざ階下に降りてホテル全体が停電しているか確認しに行きました。 B さんは怯えていたのです。 C さんはもともとあの光に無関心でした。 A さんと B さんも同じものを見たと聞いて初めて真剣に受け止めるようになったのです。これらは作られた反応ではありません。説明できない経験に直面した本物の人間の反応です。ではこの物体は一体何だったのか。ドローンか。 A さんは米軍のほぼ全てのドローンを見てきた人物で、ドローンではないと言っています。しかも全長40から60メートルのドローンは現在存在しません。飛行機か。翼がなく排気もなく音もない飛行機ではありません。気球か。気球は瞬時に消えません。 A さんと B さんが描写した金属表面と帯状の光の構造も気球の特徴とは一致しません。流星か。 C さんがこの可能性を示しましたが、流星はホバリングしません。 A さんと B さんが見た物体はほぼ静止していました。秘密の軍用機か。場所は確かに軍事実験場ですが、 A さん自身が空域を閉鎖した本人です。なぜ知らなかったのか。そして FBI は自国の秘密計画を調査するために派遣されることはありません。
そしてあのゲートがあります。3回の故障、あの日の朝だけで前も後も正常でした。UFO 研究の歴史の中で電磁干渉は繰り返し現れるテーマです。1967年、モンタナ州アームストロム空軍基地、警備員が正門上空に発光する物体を報告しました。数分以内に10機の大陸間弾道ミサイルが同時に機能停止しました。独立して運用される10機の核ミサイルが同時に故障したのです。1975年、メイン州ローリング空軍基地、ムオンの金属質の葉巻型の物体が核弾頭貯蔵施設の上空で目撃されました。推進装置は一切確認できませんでした。CIA と統合参謀本部に即座に通報されました。1980年、イギリスのレンデルシャムの森、米軍兵士が軍事基地の近くで不明な光を報告しました。巡回車のエンジンが光源に近づいた時停止し、無線やレーダーにも干渉が発生しました。この3つの事件は数十年にわたり3つの国にまたがっていますが、共通点が1つあります。不明な物体が軍事施設の近くに出現すると同時に、電子機器に異常が起きているのです。そして2023年9月1日、遠隔操作のゲートが不明な物体が出現したあの朝だけ故障しました。偶然でしょうか？そうかもしれません。しかし数十年にわたる歴史的パターンの中に置くと、この偶然はより深い意味を帯びてきます。最後に A さんのあの言葉に戻りましょう。A さんはこう述べました。私はあれが私たちを見てから去ったのだと思うと。飛んでいったではなく、消えたでもなく、私たちを見てから去ったです。15年の軍事経験が A さんに告げたのです。この物体には意識があると。それは彼らを観察し、そして去ることを選んだのです。この物体は音もなく現れ、音もなく消えた。翼もなく、排気もなく、基地のいかなる推進装置の痕跡もない。そしてそれが現れた時、一度も故障したことのないゲートが壊れた。これと同じパターンが1967年から繰り返されています。軍事基地の上空に現れ、電子機器を狂わせ、そして消える。もしこれが偶然でないとしたら、何がこれらの場所を選んでいるのか。なぜ核施設と軍事実験場なのか。そして最も不安にさせる問いがあります。もしあの物体が本当にこちらを見ていたのだとしたら、それは何を見ていたのか。FBI は答えを持っているかもしれません。しかしその答えは封じられたままです。そしてもう一つ触れなければならないことがあります。あの朝、車列の最後尾にも一人いました。E さんです。E さんは一人でスプリンターのバンを運転していました。3つの面談記録すべてに E さんの名前は登場します。にもかかわらず E さんの面談記録だけが公開された文書の中に存在しません。FBI が E さんに話を聞かなかったのか、それとも聞いた上で後悔しなかったのか。この黒塗りの向こう側には何が書かれているのか。次の動画では161件のファイルの別の章を開きます。どれが一番気になりますか？コメントで教えてください。